帰ってくるんじゃねえよ、ハゲ。仕事から疲れて帰ってきた俺に向かって容赦ない言葉と娘の通学カバンが飛んでくる。あんたなんかいらない。あんたなんか父親じゃない。家に帰ってこないでよ。あんたが帰ってくると家が暗くなるんだよ。今度の父親参観の日も絶対に来るなよ。学校でてめえが父親だなんてバレたら恥ずかしい。娘のユミはリビングにいて、玄関から廊下の俺に向かって言葉を吐き捨てた。ユミがいるリビングからは妻の水江がいるキッチンが見える。ユミには今水江がどんな表情をしているか見えているはずだ。俺には見えない。暴言を吐く娘に対して水江は何も言わない。ただ黙ってキッチンで何かしている。俺はぐっとこらえた。ここで俺が何か言えば火に油を注ぐ。帰ってこないでくれる？大した稼ぎもない役立たず。最初にそんな暴言を吐いたのは妻の水江だった。その姿を見て育ったユミは同じように俺に暴言を吐くようになった。ユミは制服のスカートを下着が見えそうなくらい短くして長く伸ばした髪を金色に近い茶髪に染めている。瞳が大きく見えるコンタクトレンズをし、つけまつげをし、化粧をしている。さすがに見て見ぬふりをしているが、脱ぎっぱなしの洗濯物に混じるユミの衣類は学生のものとは思えないほど派手で水商売の女性のようだ。学校にはろくに行かずに繁華街で遊び回っているらしい。俺は何度も注意したし、その度に喧嘩になることも厭わなかった。だが妻の水江が注意をしたことは一度もない。化粧品や派手な衣類をユミに言われるがままに水江が買い与えていると気づいたのは最近だ。水江はユミを甘やかしていた。優しい母親と依存的ダメ親を混同していた。どうしてこうなったんだ。俺の夢は家族を持つことだった。それも一生ものの宝物になるような笑顔であふれる家族を持つことだった。野球チームができるくらいの大家族とは言わないまでも、息子ができたら庭でキャッチボールがしたい、娘ができたら振袖でも買って花嫁道具に持たせてやってとずっと夢見ていた。笑顔あふれる家族のために庭付き一戸建てを買ったし、住宅ローンのために毎日歯を食いしばって仕事を頑張った。俺は学生の頃は野球一筋で勉強なんかしたことがなかった。大学もスポーツ推薦だったから、毎日数字を追っかけてなんぼのサラリーマンの世界で生き残るのは並大抵の努力では無理だった。そもそもパソコンを使ったことがなかったから、休日を返上し恥を忍んで初心者パソコン教室に通った。小遣いのほとんどは上司との飲み代に消えた。いつも全く楽しめない説教を聞かされてばかりの飲みだった。すべては上司に気に入ってもらうため、出世して会社で生き残り家族を守り夢を叶えるためだった。胸を張って自慢できることではないが、飲み会で先輩に媚びを売り組織で立ち回りやすいように助けてもらうことが俺は得意だった。学生時代の野球部で先輩の機嫌を伺うことに慣れていたからだ。そんな小遣いも昔は月5万円だったが、何かしら理由をつけられ減らされ、今では月3000円になってしまった。小遣いが減額された理由は大した理由ではない。皿洗いの時に皿を割ったとか、帰宅する時に頼まれていた牛乳を買い忘れたとか、そういう理由だ。上司に気に入られるための社内営業ができなくなった俺は、大学できちんと勉強してきた輩と実力で張り合わなくてはならなくなった。それでも俺は諦めるわけにはいかなかった。すべては広々とくつろげる庭付きの一戸建てを買い、水江には俺のような苦労をさせずに子育てに集中してもらうためだった。俺は大学卒業と同時にオフィスのパソコンや電話機やファックス、インターネット回線の販売とメンテナンスを行う会社に入社した。うちの会社は全国に支社がある。俺は関東のとある地方都市の配属になった。俺は朝から晩まで見知らぬ土地を軽自動車で走り回った。当時新婚だった水江は俺についてきてくれた。野球部のマネージャーだった水江はよくモテた。
超美人というわけではなかったけれど、よく笑う清楚で可憐な姿はよく、女子アナのカトパンに似てるとか、読者モデルの〇〇に似てるとか言われたものだった。自慢の彼女だったし、自慢の妻になった。あの時はとても幸せだった。なのに、今は何だろう。悪い夢を見ているみたいだ。もう帰ってこないでよ、このハゲ。あの可愛かった水江から20年後にこんな悪態が飛び出すなんて誰が予想できただろうか。今では娘の弓も水江の真似をして悪態、罵詈雑言を俺に浴びせてくる。それで一緒になって洋服やらカバンやら買い漁ってくるのだからたまらない。今や水江と弓は共依存親子だ。お互いは甘やかし合っている。俺は洗面所の鏡に映った自分を見た。俺はまだ35歳だ。されど35歳だ。生え際は後退し、額は広くなった。髪は腰がなくなったし、顔にはシワだって出てきた。腹もたるんできた。スポーツで鍛えた体も今は昔だ。年齢とともに体の衰えは身に染みて感じていた。もうあの頃の野球部のエースだった俺はいないのだ。それでも俺は諦めない。毎日疲れて帰ってきて罵られるだけが俺の人生のはずじゃない。水江だってかつては永遠の愛を誓った仲だ。弓だってまともに教育をされないでかわいそうじゃないか。父親なら目を覚まさせてまっとうな道を教えてやらなければ。俺が諦めないで仕事で結果を出せば、ひょっとしたら水江だって弓だって心を入れ替えてくれるかもしれない。その日まで俺は諦めないで仕事を頑張ろうと思う。家でリラックスできず疲れも取れぬまま俺は翌朝を迎えた。本来なら家でリラックスし疲れを取るものなんだろうけど、俺は会社の方がリラックスできる日々が続いていた。大学を卒業してからずっと俺は同じ会社で働いていて8年目。同期はもちろん信頼できる同僚や尊敬できる先輩にも恵まれ、お互いライバルながら尊敬し合っているところがある。通信機器の営業部なんてのは体育会系のノリが強くて、学生時代はみんな何かしらのスポーツをやっていた。そしてなぜか男性営業マンの家はカカア殿下の家が多かった。皆傷の深い浅いはあれど仲間だと感じられるいい職場だった。そして癒しもあった。それが西本さんだ。おはようございます。西本さんは俺が取ってきた案件を処理してくれる営業事務の女性だ。メガネが似合う一見物静かなおっとりした女性だ。見たところ20代後半、昨年入社してきた。何か事情があるのか、今回が初めての就職だと聞いて最初は心配したが杞憂だった。俺が取ってきた案件の後処理でミスがあったことはないし、おっとりした口調からは想像できないほど受注後の処理が早い。いつも俺がお客さんにスムーズに納品できるのは西本さんのおかげだ。そして最近では空いた時間に俺が客先で提案する際に活用できる提案資料を作ってくれるようになった。商品のパンフレットや見積もりを客先に持っていくのはもちろんだけど、客先でヒアリングした内容をもとにそのお客さんのニーズをきちんと踏まえた提案資料があればお客さんの印象に残る。同業他社を出し抜く理由には十分だ。山本さん、お疲れ様です。本日獲得の次回アポイントはどうでしたか？西本さん、お疲れ様。今日はこんなお客さんのアポを獲得したよ。そう言って俺は今日あった出来事、今日獲得したお客さんのアポイントの詳細を西本さんに就業後に報告するのが日課になりつつあった。いつしか俺はその時間を楽しみにしていた。会社に戻ると西本さんが笑顔で出迎えてくれた。今日のお客さんは老舗企業の山田商事さんでしたね。いかがでしたか？俺は今日一日の報告をする。仕事中、西本さんにどう面白おかしく話そうか考えていたくらいだ。社長の山田さんに会えたよ。仕事の話をすると営業お断りって怒鳴り散らかす頑固社長だけど、孫には甘いらしい。ずっと孫の話をしていたよ。
頑固社長、お孫さんの写真をパソコンで見せてくれたんだけど、それがすごい量で、動画なんかもたくさん保管しているから、パソコンがすっかり重くなっちゃって、パソコンに保管するのはもうやめて、クラウドに写真や動画を保管しませんかって提案したら、次回提案 OK のアポイントをもらったよ。俺の話に西本さんはいつもいいリアクションをくれる。へえ、お孫さんの写真から次回アポイントを？しかもあの昭和の頑固社長にクラウドを提案ってすごい。頑固社長にも気に入ってもらえるようなご年配の方にも分かりやすい優しい資料を作りますね。本来なら面倒なはずの提案資料作成を西本さんが笑顔で作ってくれるのが俺にとっては癒しだった。それが受注につながればなおさらだ。一人で得る手柄もいいけれど、チームで二人分の稼働をかけて得た手柄は一人で得たものの何倍もの価値がある。そして俺が知っている限り、そういうチームは会社にさらなるラッキーを呼ぶ。いろいろあるけれど、俺はやっぱり運がいいのかもしれない。どの面下げて帰ってきたのかしら、このハゲ。稼げねえくせに父親面するんじゃねえよ、ハゲが。たとえ家に帰ってどんな罵倒されようとも、俺は諦めない。俺に会社という居場所があり、かつて守ると誓った家族がある限り、俺は絶対に諦めてはならないのだ。その日帰宅した俺を待ち構えていたのは、水江と由美のいつにも増して激しい罵倒だった。それもそのはず、実は今日が1年の決算月だったのだが、俺の所属する支社はギリギリ黒字、メンバーのほとんどがノルマ達成できずといったありさまだった。だから残念ながらボーナスが3分の1にカットされてしまったのだ。幸い俺は優秀な西本さんの助けもあってノルマを達成していた。だが経営陣からしたら連帯責任だった。俺の努力は残念ながら今年は報われなかった。俺も他のメンバーと一律ボーナスカットの大きめを見た。鬼の形相で俺を罵倒する水江と由美が俺は正直怖かった。俺は悪くない。成績が悪かったのは他の奴らだ。責任を仲間に押し付ける醜い言葉が俺の口から出そうになった。正直言いかけた。だがそれだけは人としてやってはいけないことだということが脳裏をよぎった。俺のチームの輩はちょっとバカだが誠実なやつばかりだ。今は成績が振るわなくともいずれ俺が助けられる場面だってあり得る。そんな仲間たちを本人たちの目に触れないとはいえ責任を押し付けるなんてことはできなかった。朝から晩まで外にいたんでしょ？汗臭いのよ。もうリビングに近づかないでくれる？俺に自室なんてない。リビングまで禁止されたら俺はどこに行けばいいのか。とさ、俺の座椅子や新聞、ご丁寧にスマホ充電器やらが廊下に投げ出される。それらをリビングから廊下に投げ出したのは由美だった。稼ぎのない臭いおっさんに価値なし。もう二度と父親面するな。水江はそれを止めるでもなくキッチンから覗いてこう言った。稼ぐしか脳がないのだから、それさえできないあなたは人以下よ。 ATM 以下ね。怒りに任せて罵倒する由美と違い、水江は冷ややかな笑みを浮かべていた。その笑顔は醜く歪んでいて、同じように歪んでしまった水江の内面を映し出していた。水江、あんなに可愛かったのに、あんなに天真爛漫でみんなの人気者だったのに、20年の歳月が水江を変えてしまったのか。俺は廊下の座椅子に一人座り、疲れ切って動くことができなかった。腹も減っていたが、当然食事が出てくることもない。俺はぐっと歯を食いしばって涙が出そうになるのをこらえた。それでも明日は働かなくてはならない。俺は会社に行かなくてはならない。会社がピンチの今、俺が働けなくなったら、それこそうちの支社は赤字転落だ。なんとか風呂に入り、体を洗い、眠りにつかなければ明日働くことができない。リビングでは水江と由美がお笑い番組を見て声を上げて笑っていた。水江と由美が昨日 SNS に友達親子とハッシュタグをつけて2人の自撮り写真をアップしていたのを思い出す。その友達親子の陰に
廊下に追い出された父親がいるなんて誰が想像するだろう。俺は疲れた体を引きずって風呂に入り、廊下の座椅子を倒し、そこに横になった。いつもの癖でスマホを見た。スマホの中では美しい韓国女優のように加工された水江と由美がキラキラと輝いていた。どうしてこうなったんだ。疲れからだんだん眠気が襲ってくる。そのまま俺は廊下の座椅子で朝を迎えることになったんだった。翌朝、すっきりしないまま目覚めた俺はデスクでしばらくぼーっとしていた。そんな俺に優しい声がかかる。山本さん？え？昨日から何時間も俺は誰とも喋っていなかったから声が出なかった。山本さん、おはようございます。西本さんが俺の前で手を振りながら声をかけてくれる。ああ、西本さんか。ごめんごめん。おはよう。どうしました？何かあったんですか？山本さん、元気がありません。いつもだったら修行より30分は早く来て、修行と同時に外回りに飛び出していくのに、今日はもう9時半です。そう言って西本さんはメガネを光らせた。メガネに不安そうな俺の顔が鏡のように映っている。メガネの奥で俺の心を覗き込むように西本さんの瞳がギラリと光った。山本さん、何かありました？西本さんに隠し事はできねえな。俺はだらりとデスクの椅子にもたれかかった。ヘラヘラと笑ってごまかそうとしたが、西本さんは一緒に笑ってくれなかった。その顔は真剣そのものだ。飲みに行きましょう。言い逃れはできないのだった。おう。仕事を終えた俺たちは駅近くの居酒屋へ向かった。赤ちょうちんが魅惑的な昔ながらのカウンター中心の居酒屋だ。そこでしばらく西本さんはうなずきながら俺の話を聞いてくれていたが、俺が昨晩妻と娘に罵倒された挙句に廊下で寝たことを話すと、まるで俺の代わりのように怒ってくれた。そんなこと言われたんですか？しかもこの寒いのに廊下で座椅子で寝たって、そんなのありえなくないですか？ドンと音を立てて西本さんはカウンターにビールのジョッキを置いた。声が大きいよ西本さん。恥ずかしいから誰にも言わないでよ。俺はそう言ってウーロンハイをすすり、揚げたての軟骨唐揚げを奥歯で噛みつぶした。昼飯は忙しくて営業車でコンビニのおにぎりをかじっただけだった。昨日からゆっくり飯を食う時間がなかった俺の胃に冷たいウーロンハイとつまみはじわっと染みた。その上西本さんが話を聞いてくれるから硬直していた俺の心もだんだんほぐれていった。いや、ごめんなさい。でもそれモラハラですよ。十分離婚理由になりますよ。モラハラって、女性が男にモラハラするなんてありえないだろ。男女関係ありません。心がない方が優しい方に攻撃しているだけです。そんな心がないだなんて一体どうしちゃったんだろうな。天真爛漫な女だったのに。俺何か水江を傷つけるようなことしちゃったかな。俺は付き合い始めの頃の可愛かった水江の顔を思い出し、涙が出そうになってごまかすためにだし巻き卵を口に放り込んだ。ああ、もう優しすぎるんですよ山本さん。自分の人生を生きてくださいよ。バシッと音を立てて西本さんが俺の腕を引っ叩く。痛い。ちょっと西本さん、痛いよ。西本さんはビールジョッキを置いて真剣な面持ちになった。ごめんなさい。でもすいません。私許せなくて。だってこんなに山本さんはみんなのために毎日頑張っているのに、自分の人生を生きてほしくて。これは女の勘ですが、奥さん叩いたら埃が出そうな気がするんです。唐突に聞こえるかもしれませんが、奥さん浮気してませんか？突然の言いように俺は驚いてウーロンハイを吹き出し咳き込んだ。ちょっと何を突然言い出すんだ。いくらなんでもそれはうちの妻に限ってそんなことはありえないだろ。奥さん昔は野球部のマネージャーでみんなの人気者でよくモテたんですよね。
そして昔と変わらず美貌をキープされる努力はされているんですよね。さらに SNS でキラキラアピールせずにはいられないですよね。それでいてこんなに真面目な旦那さんをないがしろにするなんて、さらに娘に依存して買い物に依存してキリがないじゃないですか。山本さんの奥さんにこんなこと言うのは申し訳ないですが、部外者の私から見たら奥さんはとても寂しがり屋の方です。そんな方が夫である山本さんをないがしろにして愛情をどこに求めると思います？女性としての承認欲求をどこで発散すると思います？西本さんの眼差しは真剣そのものだった。俺は言葉を失った。まあそれは。そこに西本さんは畳みかける。奥さん、一人で夜遅くまで出歩いたりしてませんか？そう言われれば心当たりがあった。帰宅したら誰もいなかったその日、俺はてっきり水江と由美が二人で出かけたんだと思った。だが夜一人で帰ってきたのは由美だけだった。水江は俺が寝静まった後、気づけば帰ってきていた。差し出がましいかもしれませんが、浮気調査してみてもいいと思います。そうかもしれないな。思い立ってすぐ、俺はインターネットでオフィスからほど近い探偵事務所に浮気調査を依頼した。2週間後、残念ながら意外なほどあっさりと結果は出てしまった。結果は黒。俺が残業の日はもちろん、平日の昼間から水江は何人もの男どもと遊び歩き、ホテルへ行っていた。マッチングアプリで出会った、どこの誰ともわからない男どもらしい。水江は誰かに求められることでしか自分の価値を確認できない女だったのだ。年がいのない稚拙な遊びっぷりは20代で心の成長が止まったようにも思われた。これでは子供おばさんだ。若くて可愛い娘の由美に張り合う気持ちもあるのかもしれない。一見うまくいっているように見える。水江は本当は嫉妬でいっぱいなのかもしれないが、わからない。わかりたくもない。俺は家族を守れなかった。俺は会社には休まず行った。就業中は笑顔で通し、営業者で一人になった瞬間、涙が止まらなくなった。涙で前が見えなくて危ないから、こっそりコンビニの駐車場に営業車を止めて、涙が枯れるまで泣いた。夕方会社に戻ると、また西本さんが笑顔で出迎えてくれた。俺の涙で腫れたまぶた、充血した瞳に西本さんが気づかないはずがない。だが西本さんはそっと見て見ぬふりをしてくれた。翌年度の春、桜が満開の晴れた日だった。由美の高校の卒業式の日だった。相変わらず水江と由美は俺を無視していた。制服を限界まで派手に飾った由美とピンクのスーツで決めた水江は俺を置いて卒業式に向かった。俺はその背中を見届けた。俺は家族を卒業することにした。さよなら、由美、水江、大切な俺の家族。言いたいことは山ほどあるが、今はもういい。今までありがとう。俺は家族を卒業することにした。散々出ていけ出ていけと言われていたから、今更止めはしないだろう。元気でな。俺は俺の人生を生きるよ。最後に3人で食事をしたのはいつだっただろう。俺は少し感傷的になりながら、リビングのテーブルの上に判を押した離婚届と、水江が男とホテルに入る複数の写真を置いた。水江は大学を卒業してすぐ結婚したから社会人経験もない。彼女一人で由美を大学に行かせてやれるはずはないんだが、せいぜい共依存友達親子二人で頑張ればいい。後々元職場の知人から由美が大学を中退したことと水江と二人でパート生活をしているということを耳にした。将来が見えない生活はさぞ不安だろうが、知ったこっちゃない。そのまま数少ない荷物を段ボールに詰め宅配便で送ると、俺は東京行きの新幹線に乗った。平日の昼までガラガラの新幹線はいい。俺は景色がいい窓際の席に座り、プシュッと音を立てて缶ビールを開け、幕の内弁当を食べた。うまかった。お疲れ、俺。ラッキーの神様は頑張っている人間を見放さない。厳しい市場で一人で黒字を出していた俺はタイミングよく東京の本社に移動することになった。引っ越し代も会社持ちだ。そして西本さんも一緒に。俺と西本さんのコンビは東京の本社でも健在だった。
水江と由美という足かせの取れた俺は大口の契約をバンバン決めることになる。上京後、飲み友達となった俺と西本さんはプライベートでも信頼し合う仲になった。仕事中は俺が活躍し、西本さんがサポートしてくれていたが、プライベートでは逆。西本さんがデートも住むところも食べるものも何度もリードしてくれて、俺がそれをサポートするのが常だ。そんな関係が楽しくって、いつまでも続くことを願い、俺は西本さんにプロポーズした。来年には娘も生まれる。俺は今度こそ笑顔があふれる家庭を作るつもりだ。